4分ほど焼きました。もう美味しいんですけれども、食べ比べてみます。いろいろ試した中でおすすめは、しっかり振ってからいろいろ活用したいと、カルパスと野菜をすべて入れて、デーツを加えて、パリパリの2枚の海苔。ごきげんよう、あすママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。ホタテ&エビグラタン2280円です。デリカコーナーの新商品です。加工日は今日、消費期限はあさってです。加工日含めて3日です。アルミケースごと180度のオーブンで30分焼くとのことですが、今回は取り分けて焼くことにしました。1160g 入りで 4,5 人分を想定しているそうです。見た目以上にボリュームがあります。ホタテと茹でエビは上に見えている分だけです。下にペンネ、ナチュラルチーズがたっぷり入っています。使われているソースはアメリカのアルフレッドソースとホタテ、玉ねぎが使われているコストコ特製ホワイトソースです。美味しいです。ワッフルベーカーで焼くのもおすすめです。予熱したワッフルベーカーに食パンを置き、その上にグラタンを乗せます。ギュッと押しながら挟んで4分ほど焼きました。香ばしくて美味しいです。ちなみにパンなしで焼くとバラバラになっちゃいます。ハイローラー BLT21 個入り1680円です。加工日は今日、消費期限は明日です。中身はロメインレタス、トマト、チーズ、ベーコン、マヨネーズ。おなじみのハイローラーですけれども、ベーコンが変わりました。なんだかね、いつもよりしょっぱい気がしました。アレンジレシピでホットサンドが有名ですよね。これも美味しいんですけれども、私のおすすめはワッフルベーカーです。サンドイッチ用の薄いパンに挟んで潰して焼きます。パンはカリッと、中はとろっとして美味しいです。メゾン・デュ・ファモンフレンチミニブリオッシュ777円です。通常1098円ですが、賞味期限が近いため末尾77円のお買い得品です。あまり売れてない感じですかね。お値引きしょっちゅう見かけます。うちが買ったのは2回目かな。12個入りが2パックです。レンジかオーブンで温めます。原産国はフランス。賞味期限は12月27日です。18日ですね。イズニーのブリーチーズ入りです。フランスのイズニー社の製品はパンオショコラに使われている AOP 発酵バターやホイップなどがコストコでも販売されています。見た目がシュークリームというかたこ焼きというかツルツルしていて可愛らしいですね。3センチくらいの一口サイズです。下の方にはブリオッシュの型の跡があります。180度のオーブンで7分焼いたものと600ワットで1分レンジで加熱したものと食べ比べてみます。紙トレーごと加熱できますが、トレーにくっつきがちなのでトレーにもう一工夫欲しいところです。オーブンの方は少しこんがりとして表面はパリッとしています。中は柔らかいです。レンジの方は全体的に柔らかいです。どちらも中のチーズはとろっとしています。両方とも美味しいんですけれども、加熱に時間はかかりますがオーブンがおすすめです。白カビチーズが苦手な娘には不評ですけれども、私は美味しいと思いました。メープルシロップをかけても美味しいです。バラエティベーグル880円です。どんどん値上がりして一時期980円にもなりましたが、今は880円です。シナモンレーズンとプレーンを選びました。他にはブルーベリー、閉店間際だったせいか3種類でした。加工日は今日、消費期限はあさってです。加工日含めて3日です。いろんなリベイク方法があると思いますが、マイブームはワッフルベーカーです。4分の1に切ってから焼きます。ジャムや栗チを乗せやすいです。
外側はカリッと中はもっちりです。ちなみにワッフルベーカーでのリベイクはディナーロールなどいろいろ試した中でおすすめは北海道コーンブレッドロールです。フルッタの 4G ガムロ 1020g 998円です。新商品です。視聴者さんのリクエストがあったので買ってみました。タピオカ入りの南国フルーツジュースって感じですかね。原産国は台湾。賞味期限は来年の1月14日です。約1ヶ月です。しっかり振ってから注ぎます。小さなタピオカがたくさん入っています。お味は想像通りのマンゴージュース。甘めですけれども嫌な甘さではなくフルーティーで美味しいです。スターゼン国産鶏生団子プレーン5種の野菜 1100g 入り998円です。冷凍です。視聴者さんからのおすすめです。多分これのことかなと思いますが、違ってたらごめんなさいね。製造は青森県。賞味期限は来年の8月です。約8ヶ月です。お鍋の具に便利ですよね。生なので解凍してからピーマンに詰めるなどアイデアレシピもいただいたのでいろいろ活用したいと思います。こちらは白菜と鶏団子の豆乳煮です。味付けはシンプルに鶏ガラスープと塩コショウ、最後に豆乳を入れるだけです。玉ねぎ、長ネギ、人参も入っている鶏団子なので彩りも綺麗。野菜の食感のアクセントもあり美味しいです。名取のおつまみ牧場ジャッキーカルパス1528円から300円オフです。メルマガ掲載品です。57g が7袋入り。製造は埼玉県。賞味期限は来年の4月です。約5ヶ月です。14個入っています。長さは4センチくらい。このままおつまみとして食べてもスパイシーで美味しいんですけれども、煮たり炒めたりしても美味しいです。カルパスとキャベツとパプリカの炒め物です。カルパスは縦に1/4分の1、パプリカは千切り、キャベツはざく切りにします。フライパンにオイルを引き、カルパスと野菜をすべて入れて炒めます。クレイジーソルトで味を整えて出来上がりです。デーツ 907g 1380円です。どんどん高くなってますね。ちなみに半年前は998円で買いました。夏目足の実、このまま食べられるドライフルーツです。体に良いそうですよ。原産国はアメリカです。見た目は大きなレーズンです。中に細長い種があり、ねっとりとした食感、お味は干し柿に似ています。そのまま食べても美味しいんですけれども、煮物に入れても柔らかくなり美味しいです。輪切りにしたさつまいもを深めのフライパンに並べます。砂糖、レモン汁、白ワインを入れます。お水はひたひたで蓋をして火をつけます。弱めの中火です。沸騰したら火を少し弱めてカルパスとデーツを加えて煮ます。さつまいもに火が通れば出来上がりです。朝彦韓国海苔スナック小魚1798円です。メルマガ掲載品の新商品です。今日は19時に行ったので最後の1箱でした。20g 入りが10袋です。製造は韓国。賞味期限は来年の7月です。約7ヶ月です。トレイに左右に分かれて10枚ずつ、合計20枚です。サイズは長辺が9センチ、短辺は23ミリくらいです。厚さは 1.8 ミリです。パリパリの2枚の海苔の間にごまやいりこが挟んであります。お味はほんのり甘めの醤油味、炭水化物のないあられといった感じでとても美味しいです。今週のお酒はキリン一番搾りです。
いただき物なのでコストコとは関係ありません。メニューはホタテ&エビグラタン、さつま揚げバラエティ、これもいただき物なのでコストコとは関係ありません。サラダ、韓国海苔スナック小魚、さつまいもとカルパスとデーツのレモン煮です。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。